音が世の中溢れている、そんな中でなんか聞くことを結構忘れてるわけではないけど、こう聞くことが難しくなっているのかもしれないと思って、太鼓の音っていうのは大きいよね。結構ドンって鳴らしたら、その音を鳴らすことで人間がこうなかなかやれてない聞くっていう時間を持てる、太鼓を叩くその時間かなと思う。 It's the visceral and you don't need words. You just have that vibration that opens your heart, right? Being introduced to Exodon on Sado, it really opened my eyes just to the infinite potential of what we can do with more intention and awareness as a taiko community. エクサドンを今使っていて、広い意味というか、名前はまずエクササイズとサドとドンがくっついたこの造語なんですけど、エクサドンは6年ほど前に佐渡市の高齢福祉課というところからの健康増進のプログラムを太鼓でやろうということの提案をいただき、それを推進する上での専門家としては森本義則先生がいらっしゃって、森本先生と古道文化財団と共同でこのプログラムを開発しております。運動になる運動習慣が認知症を予防したり、人々の精神的な状態を改善したりするってことはもう分かっていた。ただこれほどみんなが喜ぶとは思ってなかったです想像以上なことがありました。最初の気持ちは正確な太鼓の扱い方を習いっていう気持ちで入っていたんですが、回を重ねるごとに自分の精神的な面も強くなるし、積極性も出るし、今まではちょっと引っ込み思案っていうか、そういうあれだったんですが、エクソン入った時は体の調子もちょっと悪かったのでちょっと落ち込み気味でしたけど、やっぱし太鼓に会えて、それで体の調子も良くなって、みんな仲間と一緒になれてすごく朗らかになって、気持ちも上昇気候っていうか、なんか明るくなって、とてもいい仲間って巡り会えたと思います。もともとが認知症予防ってところで始まってるので、そういうちょっと頭も使うような、体と頭とデュアルタスクでなんかいろんなことを同時にやるっていうことを入れたようなプログラムもあります。So there's the social interaction aspect where you're working on skills like turn taking and impulse control and listening to others and responding, as well as like the cognitive aspects of sequencing and memory, and also the physical benefits. Using both your arms is really powerful for people that have movement disorders. And so to me as a therapist, it's like the jackpot of a therapy modality. 太鼓っていうものは誰にでも手で叩いても音が鳴るし、物が当たっても音が鳴る、誰にでもできるので、The label of being disabled or being sick melts away because everyone is able to play taiko together. You're not fat or skinny or strong or weak. Everyone is just like a taiko player. I feel that's what taiko does. It creates connection. 村っていう単位っていうのは太鼓の音が聞こえる範囲、要するに何かをお知らせするときにドーンって聞こえたら、その音の聞こえる範囲が、一つの村だっていう単位だったっていう考え方があります。今の時代日本でも都会ではコミュニティっていうものが失われていって、一人暮らしの人であったりとか、隣の人も誰も知らないっていうことで、いろんなドメスティックバイオレンスであったりとか、いろんな犯罪っていうものが生まれているっていう状況は非常に有識事態だと思っています。今回この和太鼓のエクササイズを行うと、行った人の幸福ウェルビーイングが高まるということが分かったので、ある意味では日本文化ではそれに関わる人たち、お祭りに関わる人たちのウェルビーイング、幸せを高めるような装置をその宗教や祭りの中に内在させていたということにもなるのではないかと思うので、日本からのオリジナルな貢献としてそういうハピネスを増やすための方法というふうにこの研究が展開していけば嬉しいなと思っております。
たくさんの方々にですね、まずエクサドンというものを知っていただいて、プログラムをもっともっと一緒に作っていくっていうか深めていく、それからそれの効果を検証していくっていうような形でプロフェッショナルな方々にも関わってもらいたいと思ってますし、それから実際にエクサドンというものをファシリテーターという形で実際にプログラムを進めていく人たちというものもこれから増やしていきたいと思っているので、ぜひ関心を持った方にはコンタクトを取ってもらいたいと思っています。